今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から20番目の宿場、マリコ宿を深掘り解説。解説役は、僕、やっち。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅スタート。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、静岡県静岡市駿河区にある、長田西小学校入口バス停。日本橋から20番目の宿場、マリコ宿巡りはここからスタート。一つ前の府中宿からだと、本通り西町バス停から約15分。乗ってきたバスの進行方向はこっち。マリコ宿の江戸型見附跡に行くには、バス停から戻る方向に進む。マリコ宿があったのは、静岡県静岡市駿河区。だいたい地図の赤丸のあたりにマリコ宿があった。ここで、東海道53次の宿場巡りのルールを紹介。日本橋から京都方面に向かいながら、宿場を巡る。見附、本陣、脇本陣、問屋場、考察場は見る。宿場間は公共交通機関を使って、そのルートがわかるような動画にする。ルールの詳しい説明は品川宿の動画にあるので、概要欄のリンクから見てください。この先の信号を左に曲がると、旧東海道の江戸、日本橋方面。府中宿からのバスは旧東海道を通って、この信号で右に曲がって、旧東海道から外れる。こっちが旧東海道の江戸、日本橋方面。直進方向が京都方面。この信号のところには、マリコ宿の案内がある。影のせいで見えにくいけど、東木戸まで約230メートルって書いてある。ここから京都方面、バス停から来て右の方向に約230メートル進むと、マリコ宿の東木戸、江戸型見附跡がある。さっきから気になってるんですけど、マルコ宿ではなく、マリコ宿なんですか？マルコって書いて、マリコって読むらしい。ここの住所は、静岡県静岡市駿河区マリコなんだけど、現在の住所でもマルコじゃなくて、マリコみたい。宿場の名前も、マリニコ、で、マリコ宿ってなってたりするけど、東海道文献のベースには、マルニコ、で、マリコ宿って書いてある。地名の読み方は難しいよね。そうですね。マリコ宿の案内があったところから少し進むと、一里塚跡がある。調べると、両脇のポールがない写真とか、ポールがなくて石碑に反射テープが貼ってある写真が出てくる。暗いと見えにくくなるから、両脇にポールが立てられたんだと思う。このマリコ宿だけど、宿場を順番に巡っていくなら、次の岡部宿、その次の藤枝宿をセットにした方がいいと思う。この3カ所の宿場は、バスを乗り継いでいくことになるけど、そのバスは同じ路線のバスになってる。新静岡駅、静岡駅から藤枝駅までの路線で、途中下車しながら宿場を巡ることになる。僕たちも、マリコ宿、岡部宿、藤枝宿を1日で巡って、朝から夕方まで撮影する計画を立てた。朝に静岡駅周辺に行けるところに住んでるなら、日帰りで3カ所の宿場を巡ることもできると思う。静岡駅に着くのがお昼近くになるなら、静岡駅周辺に泊まることをお勧めする。ちなみに、動画のデータによると、この動画の撮影開始は8時46分28秒らしい。トイレ問題もあるから、コンビニを見つけたら、何か買うついでにトイレを貸してもらった方がいいかもしれない。さっきの長田西小学校入口バス停からバスの進行方向に進むと、右側にコンビニがあった。ただ、令和7年、2025年10月時点の情報だから、調べてから宿場巡りをした方がいいと思う。最初に行くのは、江戸型見附跡。地図の青い線が旧東海道で、赤い点と赤い点の間にマリコ宿があった。江戸型見附跡は、地図の赤丸のところにある。マリコ宿の江戸川、日本橋川の出入り口、江戸型見附跡には解説がある。見附は、見張りの万兵を置いた軍事施設のことで、赤坂見附とかはその名残。宿場の出入り口にも見附が置かれてた。令和4年、2022年10月までのストリートビューには、京都方面に向かって右側の木のところに紐立ってた。
令和7年、2025年10月時点で、江戸型見附跡は民家になってる。こっちが江戸、日本橋方面。時間帯の問題もあるかもしれないけど、マリコ宿は意外と交通量が多かった。街道という感じの道幅だから、宿場巡りをするときは車に気をつける必要がある。車の運転手から見ると、邪魔な歩行者という感じでしょうね。そうだろうね。しばらく歩いていくと、マリコシもしくって火が出てくる。何かの跡ってわけじゃないみたいだけど、解説と地図があるから、見ていくといいと思う。この解説によると、今歩いてる道は宿通りらしいけど、王子を忍ばせるような建物は残ってないとのこと。ただ、本陣跡、脇本陣跡の碑があったり、格子戸の残る家があったりするみたい。地図には、見附の場所、宿域の境界も書いてある。簡単な地図だけど、詩とか解説もあるから、場所の特定は比較的簡単な宿場だと思う。一つ前の府中宿の見附跡に比べたら、ものすごくわかりやすくなっていますね。江尻宿も苦労したから、すごくありがたく感じる。さらに歩いていくと、新しいけど宿場の雰囲気を感じられる建物が出てくる。表札があるから民家みたいだけど、マリコ宿の年表があったり、江戸時代のマリコ宿について書いてあったりする。宿場巡りをしてる僕たちにとって、こういうのはありがたいですよね。そうだよね。昭和56年、1981年に、天名2年考察が発見されたみたい。その発見された考察は、昭和60年、1985年に、天名の考察として、静岡市有形文化財に指定されてる。複製された天名の考察は、この先で見ることができる。白井酒店は、マリニコの、マリコ宿になってる。この白井酒店は、明治時代末期に創業とのこと。江戸時代は旅籠、明治時代から大正時代は質店を営み、100年ごとに商売替えをしながら商いを続けてるらしい。白井酒店の井戸水で仕込んだオリジナルのお酒、マリコの宿もあるみたい。お酒好きの人は、買ってみてもいいかもしれませんね。そうだね。次は、脇本陣、横竹跡。脇本陣、横竹跡は、地図の赤丸のところにある。マリコシモ宿のところの解説にもあったけど、脇本陣、横竹の建物とかは残ってない。でも、ちゃんと日が経ってるから、場所を特定できる。令和7年、2025年10月時点で、脇本陣、横竹跡は民家になってる。脇本陣の脇、は予備のことで、本陣が使えない時に、脇本陣が使われてた。本陣については、本陣跡で説明する。次は、トイヤバート。トイヤバートは、地図の赤丸のところにある。脇本陣、横竹跡のすぐ近く、京都方面に向かって右側に、トイヤバートがある。トイヤバートも建物とかはなくて、碑があるだけ。令和7年、2025年10月時点で、トイヤバートは民家になってる。トイヤバは、大名などの荷物運搬、幕府公用の書状等の通信、大名行列の宿泊の手配などを担ってた。さっきの脇本陣、横竹も、トイヤバも、当時の様子がわかるような情報は見つけられなかった。次は、横田本陣跡。横田本陣跡は、
地図の赤丸のところにある。横田本陣跡には、史跡、マリコ宿本陣跡って書いてある、立派な石碑が立ってる。令和7年、2025年10月時点で、横田本陣跡は、何かを建て始めてる雰囲気の場所になってる。本陣は、大名などが泊まる宿のこと。石碑の側面には、由緒が書いてあるけど、汚れてて読みにくくなってる。時間がなかったから、この映像と撮影用のカメラで撮った写真、スマホで撮った写真を頼りに解読することにした。解読した内容を要約すると、次のようになった。マリコ宿が旧東海道の宿場町に定められたのは、関ヶ原の戦いの翌年の慶長6年、1601年。江戸から20番目の宿場で、江戸期には宿場の戸数は200戸余りだった。宿場には本陣、脇本陣などが設けられた。本陣は、参勤交代の諸大名、幕府の役人、勅使、公家などの宿泊所で、大名宿とも言われた。本陣の建物は書院造りで、門、玄関、上段の間が設けられた、広大な規模の陣屋だった。明治3年、1870年、新政府によって、この制度、天満制が廃止された。石碑に書いてあった由緒はこんな感じ。必死に解読したけど、どうしても読めないところがあって調べたら、全文が書いてあるサイトがあった。先に調べるべきでしたね。少し調べて見つからなかったから頑張ったけど、どうしても読めなくて探したら見つかったんだよね。チャット GPT に感謝。ちなみに、ジェミには違う文を出してきた。次は、脇本陣、藤波家跡。脇本陣、藤波家跡は、地図の赤丸のところにある。脇本陣、藤波家跡にも、碑が立ってる。脇本陣、横田家もそうだったけど、脇本陣、藤波家も詳しい情報を見つけることができなかった。令和7年、2025年10月時点で、脇本陣、藤波家跡は民家になってる。江戸時代のマリコ宿はこの場所だったけど、その前のマリコ宿の中心は違ったらしい。保土ヶ谷宿とか吉原宿でも、宿場が移転したという話がありましたね。マリコ宿の移転の経緯はわからないけど、前のマリコ宿は江戸時代のマリコ宿の京都側だったみたい。今回はそこまで行かないけど、江戸時代より前のマリコ宿を見に行くのも面白いかもしれない。次は、押切役所跡。押切役所跡は、地図の赤丸のところにある。押切役所跡には石碑がある。石碑の側面に何か書いてあるけど、動画編集中に気づいたから、何が書いてあるかわからない。撮影時に気づいたとしても、敷地に入らないといけないから、ちゃんと確認することはできなかったと思う。令和7年、2025年10月時点で、押切役所跡は民家になってる。西国の大名の中には、江戸の屋敷と両国の居城との連絡に、直属の通信機関を持ってる者もいたらしい。その通信機関は七里飛脚と呼ばれたみたい。ここは、紀州徳川家の七里飛脚の役所跡。紀州徳川家は、584km ある江戸、和歌山間に、約七里、約 28km ごとの宿場に中継の役所を置いてた。そこには、5人1組の飛脚が配置されてた。普通便は毎月3回で、江戸は5の日、和歌山は10の日に出発して、道中は8日かかったとのこと。江戸、和歌山間が 584km だから、単純計算で1日 73km 移動してたことになる。特急便は4日足らずで到着したらしい。単純計算だと、特急便の場合は1日で 146km 移動してたことになる。押切役所跡は、由比宿にもありましたよね。これだね。ちょっと調べてみたら、今まで巡ってきた宿場にもあったりして、押切役所跡として残ってないところも多いみたい。次は、丁子屋。丁子屋は、地図の赤丸のところにある。丁子屋は、慶長元年、1596年に茶屋として開業したとのこと。マリコ宿といえばとろろ汁、とろろ汁といえば丁子屋。
ジョージアはそう言われるくらいとろろ汁で有名なところ。当時もこの場所にジョージアがあった。本当はとろろ汁を食べたかったけど、開店の11時まで1時間以上あるから諦めることにする。次は、考察バート。考察バートは、地図の赤丸のあたりにある。ジョージアの近くにマリコ橋があって、そのマリコ橋の手前に上方見附があった。東海道文献のベースによると、考察場は上方見附より少し江戸川、日本橋側。位置関係はわかるけど、考察バートを示すものはない。ジョージアの向かいにある、解説とか地図に考察バートのヒントがある。この地図を見ると、マリコ宿から先の旧東海道がわかる。その隣を見ると、江戸時代のマリコ宿についてわかる。さらにその隣にある、歴史の道、東海道のご案内が重要。そこに考察場があったところって書かれてる。簡単な地図だから正確な位置はわからないけど、この場所から少し戻ったところに考察場があったと思われる。この辺りに上方見附があったから、考察場はもう少し江戸、日本橋方面に行ったところのはず。考察場があったのは、おそらくこの辺り。令和7年、2025年10月時点で、考察場跡はジョージアの駐車場になってる。考察場は、掟やハットを掲げておくところ。ここの地図にある考察場跡は、実際の考察場跡じゃないから注意が必要。でも、マリコ宿巡り的に重要な場所だから、上方見附跡の後に行く予定。次は、上方見附跡。上方見附跡は、地図の赤丸のところにある。さっき確認したけど、京都川の出入り口、上方見附跡があったのはこの辺り。この地図にも、現在地の向かいに見附跡って書いてある。マリコ川に架かるマリコ橋が、宿場の境界になってたんだと思う。令和7年、2025年10月時点で、上方見附跡は江戸時代と同じで、マリコ橋の手前にある。マリコ橋を渡った先に、マリコ宿巡りをするなら絶対に見ておきたいものがある。その場所は、ジョージアの駐車場にあったこの地図で、考察バートと書かれていたところ。実際の考察バートではないところですよね？実際の考察バートはさっき見たところだけど、この場所には複製された考察がある。目的の場所は、マリコ元宿考察緑地。ここに、静岡市有形文化財の、天名の考察の複製がある。ここの解説には、考察場は現在地からマリコ川を渡った東側に設けられてたと言われていますって書いてある。それが、さっき見た考察バート。上にある考察の複製は読みにくいから、内容を知りたかったら下を見た方がいいと思う。実は、この考察の向こう側に、別の考察もある。ここまで来たなら、ついでに見ていった方がいいと思う。
このマリコ橋を渡ったらマリコ宿。位置的なことを考えると、京都方面から来た旅人は、ジョージアで休憩したくなったんじゃないかな。マリコ橋の場所が変わってないなら、橋を渡った正面にジョージアがありますからね。そのまま吸い込まれそうだよね。旧東海道はマリコ橋を渡って、京都方面へと向かう。そして、この先が元宿と呼ばれる場所で、以前はこの先がマリコ宿だったらしい。天名の考察の複製がある場所から、上方見附跡の方へ戻る。マリコ宿の次は岡部宿だけど、その次の藤枝宿まで同じバス路線を使って移動することになる。一つ前の府中宿からだと、新静岡駅、静岡駅から、藤枝駅へのバス路線。順番に宿場を巡ってくなら、マリコ宿、岡部宿、藤枝宿を1日で巡った方がいいと思う。今回の撮影でも、3つの宿場を1日で巡る計画にした。そのせいで、ジョージアの開店時間前に次の岡部宿に向かわなきゃいけなくなった。本当はとろろ汁を食べたかったんですけどね。マリコ宿の近くにはマリコ城跡もあるみたいだから、別の深掘り動画でまた来るかもしれない。その時にとろろ汁を食べたいと思ってる。こっちが江戸、日本橋方面。こっちが京都方面。マリコ宿の上方見附跡から、次の岡部宿に行くには、ジョージアの裏側にあるバス停からバスに乗る。ジョージアの先の細い路地を右に曲がる。目の前の道路が国道1号線で、ここを右に曲がる。右に曲がるとすぐにバス停がある。そのバス停は、マリコ橋入口バス停。マリコ橋入口バス停からバスに乗って約15分。河原町バス停で下車。河原町バス停から徒歩で約2分のところに、岡部宿の江戸型見附跡がある。バスの本数はそこまで少なくないけど、バスの時間に合わせて宿場を巡った方がいいかもしれない。ということで、東海道53次の宿場巡りシリーズ、マリコ宿はこれで終わり。次の岡部宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。